今ですね、江戸川慶氏について説明してくださいよとこう言われたんですね。私はね、言葉で言うと江戸川慶氏屋さんなんですね。一言でパッて言うと、とんでもない家庭に生まれてとんでもない育ち方をした。これ以上これ言いませんね。ですから私は学校も出てないんですね。中学校しか卒業してない。何を言おうとしているかというと、かなり恐れてたんでしょうね。ですから人生っていうのはどうやって生きていったらいいんだろうな、一日一日はどうしたらいいんだろうなって恐れてたんだと思う。でご覧の通り体も小さい、頭も小さい、手も小さい、体も小さいし、精神的にもね、怖がり屋さんじゃなかったかな。要するに恐れてたから怖がり屋さんだったかな。で私は早い時期に江戸川慶氏に出会ったんですよ。そしてどの本にも書いてあるんですけど、江戸川慶氏はね、この本ですね、超意識活用健康法という本、たまたま手元にあるのでね、で江戸川慶氏の説明、この16ページにもすでにしてますね。一番最初の端書きがあってね、その次はどんなこと書いてますよって言って書いてあって、それで江戸川慶氏の説明をしてますね。1877年に生まれて、1945年終戦の年ですよ。日本と戦いがまだ終わらないうちに亡くなられたと思うんですね。1945年の早い時期に亡くなっているのでね、この本にも書いてあるように潜在意識を表面に出して、私たちの意識っていうのはね、一般的に潜在意識でも、潜在意識って言うと奥にあるのは過去勢の意識を全部記憶してる。過去勢だけじゃなくて小さい頃の意識を全部記憶している意識があるんですね。でそれを潜在意識というんですけれどもね、江戸川慶氏はその潜在意識を意識することができたんです。一般的には顕在意識で生活しているのでできなかったんですけどね。ということはね、寝てしまうとこういうことですね。慶氏に質問しますとね、寝てしまうんですよね。寝てしまってその質問を繰り返して、こういう質問でしたねって言って答えをすぐ言うと、こういうことですね。それでそれをリーディングって言うんですけどね、要するに潜在意識を意識するもんですから、20世紀の初頭から亡くなるまでずっと記録が全部取られていると、こういうことですね。その数が14,300件、5万ページを超える量ですって書いてある。アメリカ行くと慶氏財団行きますとね、これ説明終わってると思うんですけど、このくらいのところにその記録が全部残ってますね。本になって要するにコピーされて残ってます。実際のコピーも残ってるんですけど、それは変色したり変形したり、あるいは壊れてしまったりすることじゃいけないっていうんでね、冷蔵庫っていうんですかね、大きな冷蔵庫ですよ。英国の冷蔵庫の中で記録されているんですね。でその数言いましたね。14,300件、5万ページを超える量でね、私たちは今それをネットでね、リーディングにアクセスすることができるんです。これは日本にいてもできます。はい、これは江戸川慶氏のことをやってらっしゃる方々大勢いますのでね、日本でそういうことに聞かれるといいですよ。読みますとね、人間とは何か、どう生きたらいいか、健康法と治療法、それから神について、地球の歴史など。地球ってね、もう太古からずっと長い歴史を持っていますよね。そういったことについても全部慶氏のリーディングは書いてますね。それで日本江戸川慶氏センターで、ここで全部の記録がありますのでね、そこでお聞きになったらいいですね。またたくさんの書籍が出てますね。ということで、私たちの自分自身、人間に対するいろんな疑問、あるいは植物動物に対するいろんな疑問、それから人間生きてるっていうのはどういうことかということに関しても、病気になったらどうしたらいいか、その治療法に関してもたくさんのリーディングが残されてますね。